板垣退助のヨーロッパ視察と当時の自由の概念。イントロダクション。板垣退助は、明治時代の日本を代表する政治家であり、自由民権運動の中心的存在でした。彼のヨーロッパ視察は、日本の近代化と自由の概念の形成に、大きな影響を与えました。この動画では、板垣退助のヨーロッパ視察とそれによって得られた、自由の概念について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で解説していきます。板垣退助のヨーロッパ視察の背景。板垣退助がヨーロッパに行ったって聞いたけど、なんでわざわざ遠いところまで行ったのだ。板垣退助は1882年から1883年にかけてヨーロッパを視察したの。この視察の主な目的は西洋の政治制度や社会システムを学ぶことだったの。当時の日本は明治維新後の近代化の途上にあって、先進国の制度を学ぶことが大切だったのよ。へえ、勉強のために行ったのだな。でもなんで板垣さんが選ばれたのだ。板垣退助は自由民権運動の指導者として知られていたの。彼の政治的見識と影響力が評価されて、この大切な任務を任されたの。それから彼自身も西洋の自由主義思想に強い関心を持っていたのよ。視察先の国々。板垣さんはヨーロッパのどこに行ったのだ。板垣退助はイギリス、フランス、ドイツ、イタリアとかヨーロッパの主要国を訪問したの。特にイギリスでは議会制度、フランスでは共和制を学んだのよ。へえ、いろんな国に行ったのだな。何か面白いことを見つけたのだ。板垣退助は各国の政治制度の違いに注目したの。特に議会制度や選挙制度、それから市民の権利について深く学んだの。それから新聞の自由や言論の自由の大切さも認識したのよ。自由の概念への影響。板垣さんの自由の考え方は変わったのだ。大きく影響を受けたわね。板垣退助はヨーロッパでの経験を通じて、自由が単なる概念じゃなくて具体的な制度や法律によって保障されるものだと理解したの。特に個人の権利と国家の役割のバランスについて深い洞察を得たのよ。難しそうなのだ。でも日本にとってはすごく大事なことだったのだ。そうね。板垣退助の自由の概念は個人の権利を尊重しつつ国家の発展も考慮するというバランスの取れたものだったの。これは当時の日本にとってとても先進的な考え方だったのよ。帰国後の影響と自由民権運動。板垣さんが帰ってきてから何か変わったことはあったのだ。大きな変化があったわよ。板垣退助は帰国後、自由民権運動をさらに活発化させたの。特に憲法制定や議会開設の要求を強めたの。彼の経験は日本の政治改革に大きな影響を与えたのよ。すごいのだ。板垣さんの旅が日本を変えたのだな。その通りよ。板垣退助のヨーロッパ視察は日本の民主化プロセスを加速させる大切な要因になったの。彼の思想は後の大日本帝国憲法の制定にも影響を与えたと言われているのよ。まとめ。板垣退助のヨーロッパ視察は、日本の近代化と民主化の過程において重要な役割を果たしました。彼が学んだ西洋の自由の概念と政治制度は、日本の自由民権運動に新たな視点をもたらし、憲法制定や議会開設への道を開きました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。